株主の皆様、また当社へご関心をいただきました投資家の皆様、この度はロジザード株式会社の決算説明会をご視聴いただきまして誠にありがとうございます。代表の金澤です。それでは26年6月期第2四半期の説明をさせていただきます。まず、当社の26年6月期第2四半期の業績概要をご説明いたします。売上高は11億5700万円、前年同期比で 4.6% の増加。通期予算進捗率は 47.4%、連続増収を果たせております。営業利益は1億7400万円、前年同期比 33.4% の減少。通期予算進捗率は 49.1%。当期純利益は1億2500万円、前年同期比で 35.7% の減少。通期予算進捗率は 48.3% となっております。2025年12月末の MRR ですが、こちらは1億5900万円、前年同期比で 10.3% の増加となりました。通期予算進捗率は 59.3%、過去最高となっております。売上高、営業利益、当実期純利益につきましては、おおむね計画通りの進捗となっておりますが、MRR が想定以上の積み上げを果たすことができました。MRR は四半期での増加額も過去最高ということになっておりまして、第一四半期からの予算進捗率が 42.5 ポイントアップという結果になっております。要因としましては、当社システムからの出荷件数増加に伴います重量課金の増加に加え、中堅企業を中心とした B2B 企業での導入が堅調に拡大しております。従来とは異なるユーザー層が取り込まれました結果、MRR のかつてない拡大につながったと分析しております。全体の出荷件数は前年同期比 12.9% の増加となりました。出荷点数ベースでは前年同期比で 11.1% の増加となっております。第2四半期は季節性イベント、特に年末商戦によります EC 注文の増加により出荷件数が拡大しているという状況であります。さらに新規受注に伴いまして稼働現場数がさらに拡大したことによりまして出荷件数および出荷点数双方が増加したということになっております。こうした需要の広がりが今後も MRR の伸びを後押しするということを期待しております。それでは当社の第2四半期の活動を振り返る前に当社の3年後の数値について触れておきたいと思います。当社は今期から新たな中期経営計画をスタートさせております。資料掲載の数値は28年6月期の数値となっておりまして、前期の数値から大幅な業績の拡大を見込んでおります。今期に投資しました人材の成長、そしてそれが戦力化するということによりまして、成長率の拡大、そして前期以上の増益を果たしてまいる所存でございます。中期経営計画につきましては、資料の後半にも記載しておりますので、ぜひご覧ください。では、当社の第2四半期の活動について振り返ってまいります。事業概況や最近の物流市場の動向につきましては、説明会の後半で解説したいというふうに思いますので、資料は11ページをご覧ください。まず、第2四半期の各数値面からご説明いたします。売上高は前年同期 4.6% 増の11億5700万円となりました。うちクラウドサービス売上は 8.5% の増となります9億2100万円、予算進捗率としましては 48.3% となりました。想定通りの進捗で進んでおります。
先ほど MRR のスライドでも触れさせていただきましたが、B2B 企業での導入が順調に拡大したことと、出荷件数増加に伴う重量課金が増加しまして、着実な積み上げをという形になりました。開発導入サービスは前年同期比 6.4% 減の1億9200万円となりました。予算進捗率では 41.6% となっておりますが、今期注力しております B2B 企業の分野におきましては、大型案件の初期フェーズの受注が積み上がりまして、やっとではございますが、軌道に乗り始めております。次に、機器販売サービスは、前期にありました大型機器販売がなかったということもありまして、前年同期比 16.6% 減の4300万円となりました。予算進捗率では 64.2% となっており、想定以上に推移しております。続いて、売上原価でございますが、前年同期比 6.6% 増の5億1200万円となりました。予算進捗率としましては 49.8% となっております。第一四半期と同様ではございますが、中期経営計画に掲げております施策を着実に実行しまして、人員増加およびセキュリティ投資などが原価増加の主な要因です。こちらは想定通りの進捗となっております。結果としまして、売上総利益は前年同期比 3.0% 増加の6億4400万円となりまして、予算進捗率は 45.7% となっております。続いて、販管費の面でございますが、前年同期比 29.2% 増の4億6900万円、予算進捗率は 44.6% となりました。こちらも想定通りの進捗でございます。昨年度の比較では、人員増強に加えまして、体制整備に伴いますこの人員の増加によりまして、人件費は 45.4% の増加、加えまして、人員採用に伴う支払い手数料などの増加、また、販促活動並びに当社認知向上に向けまして、当期は IR に関わる投資を行い、広告宣伝費は 24.2% 増加しております。研究開発費は前期から取り組んでおりますプラットフォーム社様との共同研究や生産性向上を目論みます AI に関する取り組みを行っておりまして、こちらは大幅に増加しております。続きまして、営業利益の増減要因について前期と比較してまいります。営業利益は前年同期と比較しまして、8700万円の減少となっております。売上高では、クラウドサービス売上が7200万円の増収、開発納入サービスが1300万円の減収、機器販売が800万円の減収となりまして、トータルで5000万円増となっております。費用面では、労務費やセキュリティ強化に伴いますサーバー費用等が増加しまして、原価は4000万円の増、そこから製品開発等の振り替え分がですね、900万円ほど増加しております。また、販管費は主に人件費関連が増加しておりまして、1億600万円の増加となっておりまして、トータルでは1億3700万円の増となりました。さて、ここからは当社の主要な KPI を振り返ってまいります。当四半期のクラウドサービス売上高は4億6700万円となりまして、順調な積み上げを果たすことができました。クラウドサービス売上高の予算進捗率は 48.3% となっております。粗利率は 61.6% となっております。人員採用を積極的に推し進めました結果、粗利率は前期末に対しまして一旦低下いたしましたが、投入した人材が戦力化に伴い回復傾向にあると考えております。
その懸念あります人員採用、こちらにつきましては、第2四半期では採用手法の再構築などを行っておきました。採用チャンネルの情報整理と発信の強化、これを進めるとともに、応募から先行通過までの採用データを可視化しまして、チャンネル別の分析および施策検討を行って修正を行うということで、採用活動の効率化によりまして、目標達成への道筋をつけたかなというふうに考えております。目標を上回る成果につなげていきたいというふうに考えておりますので、ご期待いただければと思います。はい、ここからは第2四半期のトピックについてご説明を申し上げます。当社は生成 AI の活用を先から研究投資をしてまいりました。全クォーターでは100%生成 AI を用いまして、全社員のこの業務実績をデータ化するためのアプリケーションを内製化してましたが、第2四半期では社内にですね、ローカルの AI サーバーを構築しまして、生成 AI の業務活用を見せまして、さまざまな検証を行ってまいっております。自社サーバー、これをですね、ローカルで動かすことによりまして、この外部に情報を出さず、データを赤暗に扱うということができまして、セキュリティを担保しながら AI を活用するということが可能な状況になってきております。現在の社内活用としましては、サービスや製品マニュアル、そして過去のカスタマーサポートの履歴、そして社内に関わる文書や業務マニュアルなどを学習させまして、業務の効率化を図れる環境といったものを今整備中でございます。また、実証実験フェーズではありますが、使用やこの要件をともにですね、生成 AI を活用したコーディング、こういったものにも取り組んでおります。効果が確認が進みましたら、今後には実態の開発、それから業務の効率化が一層期待されます。これも業績に寄与することが見込まれるのではないかなという形で期待しております。次にサービス認知と販路拡大に向けた取り組みといたしましては、パートナー戦略を成長モデルとして推進し、新たな案件獲得を目論んでいきたいというふうに考えております。具体的なにはですね、この度、株式会社オービックビジネスコンサルタント様と物業ソリューションパートナープログラム契約を締結いたしました。この契約によりまして、オービックビジネスコンサルタント様が有する全国3000社に及ぶ二次代理店網を通じまして、当社の主力製品であります、このロジザードゼロの販路が開拓されます。今後も同様な取り組みを広げることで、各管体制を整備しまして、案件獲得に向けた活動をさらに加速してまいります。はい、次に受注拡大に向けました営業活動の進捗と今後の方針についてでございます。従来の B2C 企業を中心としまして事業の拡大を果たしてきました当社ではありますが、この当期におきましても、この B2B 企業への取り組みを強化、これを行っている最中です。B2B 企業の領域は、顧客ニーズの高度化、個別化に伴いまして、大型案件を中心に、これまで以上にこのお客様の業務の理解、そして個別対応を伴う提案が求められるという局面が増加してまいりました。この変化を踏まえまして、現在は営業活動の内容および提案活動範囲の見直しなどを着手継続しておりまして、足元では営業活動の改善が進みんでおりまして、営業アプローチの高度化、これによりまして、上流工程への関与機会が徐々に増加しまして、先ほども申し上げましたが、そのようなかなり大型な案件におきましても、要件定義などの初期フェーズの受注が積み上がってきておりまして、良い成果が現れてきております。提案領域の拡張を通じまして、中長的な成長、並びに受注機会の創出を目指してまいりたいというふうに考えております。次に製品開発における進捗状況であります。第一四半期は信頼性、そして安定稼働を中心に取り組みを進めてまいりました。第二四半期では、その基盤をさらに進化させ、ユーザー視点での使いやすさの向上や、顧客ニーズに応える機能開発にも注力してまいりました。また、今後の事業拡大を見据
B2B 領域に向けたさらに新たな機能追加この開発にも着手しておりまして、既存顧客の強化と新たな価値創出の両立を図っていきたいというふうに考えております。開発機能実績一覧も載せておりますので、ぜひご参照ください。次に、セキュリティ強化の取り組みについてご報告いたします。当社のロジザードゼロにおきまして、SOC2、タイプ1、これに続きまして、SOC2、タイプ2のレポートの取得をいたしました。SOC2 タイプ2は単発の取り組みではなく、継続的な運用と改善を前提とした枠組みでありまして、本監査では内部統制の設計に加え、それが一定期間にわたり適切に運用されているかどうかが評価されるものであります。当社では情報セキュリティをこの一時的な対策ではなく、日常業務としてこの継続的に運用することを重視しておりまして、組織的かつ再現性のある体制のもと、サービスの提供及び運用に取り組んでいます。今回の監査結果を踏まえまして、今後も内部統制の見直し及び運用改善を継続的に行いながら、皆様に安心いただける信頼性の高いサービスの提供に努めてまいります。次に事業成長に向けた新たな取り組みといたしまして、持続的成長を支える M&A、そして投資推進体制の整備を行いました。当社のクラウドサービス事業は盤石な成長基盤ではありますが、さらなる成長を果たしていくために M&A、そして投資を中長期の成長戦略の一環として位置づけておりまして、専任部門を新設しまして、専門人材を採用いたしました。案件の選定から実行、そして統合プロセスまでをこの一貫して行う体制を社内に整備することで、M&A や投資を一過性ではない、そして再現性ある成長手段としていく方針であります。これを果たしていくことによりまして、M&A もしくは投資を通じて参画する企業との競争を推進しまして、既存事業の強化および新たな成長機会の創出を目指してまいります。さらに中長期的には事業ポリトフォリオの拡張、そして競争優位性の確立を通じ、当社がサプライチェーンにおいてはなくてはならない存在を目指してまいりたいと思います。最後に第2四半期の当社を巻く事業環境についてお話をしたいというふうに思います。この度、本当に今日2月のまだ中でありますけれども、2026年、この1ヶ月半の間に、もうとにかくいろんなイベントが、起きているといったようなところは、皆様もお感じになるところじゃないかなというふうに思っております。で、私どもとしましては、いくつかのトピックっていうのを取り上げようかなというふうに思ってるんですけれども、何よりはというところでいきますと、まずはこの高市政権によります政権、環境の変化ですね、政策動向というのを追い風としたこの物流 DX といったものが、今後にわたってこの、フォローの風が吹いてくるというようなところについては、環境としては非常に喜ばしいことじゃないかなというふうに思っているところです。高市政権の発足によりますと、この物流政策の転換というところでいきますと、経済安全保障ですね、こういったものを軸としておりまして、今、サプライチェーンの強靭化といったものを重要視する施策というのがこれから行われてくるという点におきましては、まず物流といったところは確実に絡んでくるところになろうかなというふうに思っております。私どもも有用なチャンスを生かしてですね、このチャンスを掴んでいくということは考えていきたいなというふうに思っています。それから、もちろん物流実際はですね、社会生活、それから、事業のインフラでありますので、そういった意味では、この国土強靭化の一部でもあるということもあります。そういった意味では、本政権によります積極的な取り組みですね、こちらについてはですね、我々もそこの機微を捕まえながらですね、積極的にやっていきたいなというふうに考えているところであります。そういった意味では、物流現場、これに関する DX といった追い風はさらなる吹いてくるだろうというふうに考えておりますので、我々はこの変化をですね、いち早く取り入れてですね、事業成長につなげていくと、こういった動きを進めていきたいなというふうに考えています。
それでは26年6月期第2四半期の決算のご報告については以上となります。金沢社長、ありがとうございました。は続いて質疑応答のお時間に移らさせていただきます。ご質問等がございましたら、ご覧いただいている YouTube のチャット欄、もしくは弊社 IR 宛てのお問い合わせフォームに質問事項をご記入いただければと思います。それでは早速質問来ておりますので、はい、じゃあお願いいたします質問読み上げます。詳細な報告ありがとうございました。かなり厳しいことを言いますが、この決算短信で予定通りなんですか？株価上昇対策を早急に実施してください。そもそも株の売り買いが少なく、流動性が少なすぎます。B2B への販路拡大をさらに進めるということですが、来期中に結果として必ず示していただきたいというご意見です。はい、ありがとうございます。株価含めまして、本当に株式の商いが少ないというところについては、私ども本当に実はじくじたるところがありまして、これを今、活発な商いが生じるようにということで、IR 活動も含めまして、予算も投じまして、実質的な具体的な活動を進めているというところであります。私どもも毎日これどれくらいになっているのかといったことも含めて分析をしながらですね、対策を講じていきたいというふうに考えているところも当然ながらでもありますけれども、まず皆様にお示ししております見通しといったものが中期経営計画も含んで正しく実行されていくというところにつきましては、もう今我々としてはもう最大の命題だというふうに考えております。ただあえてここでちょっと株主様に投資家の方かと思いますけれども、ご説明させていただきたいのはですね、B2B の取り組みといったものはかなり本当に今非常に成果が上がってきておりまして、やはり業界が違うということに対してですね、我々がまた自身を変えながら対応していくというところに、一部ちょっと時間を頂戴しているというような状況がありましたが、ここは本当にご心配いただいたというところでありますが、今後にわたって、来期も含めてということですけれども、この B2B きっちりキャッチアップしていくということについては、かなり自信が持ててきています。そういった意味では引き続きですね、ご関心いただいて、期待をお持ちいただければなというふうに考えているところです。以上です。読み上げます。今の質問に絡んで冷たいようなのですが、2030年6月にはグロース市場の上場維持基準として時価総額100億が求められていますが、現状の中計達成度の成長度合いではせいぜい50億程度が関の山なのではないかと思われます。100億達成のために具体的にどのようなプランを考えておられるのでしょうか。はい、質問ありがとうございます。今私どもがこれから今中継の中でも今日も含めてお示ししている内容でありますけれども、今の私どもの、課題としましてあるものはこの SARS のいわゆる WMS の一本足打法ですね。こうなっている状況をどういう形でグロースさせていくのかというところが一つの課題だというふうに重点認識しております。私としましては、物流といった分野にですね、もっと視野を広げてウィングを広げようということがありまして、そういった意味ではM&A でしたりとか、もしくは資本の提携、もしくは技術提携、業務提携といったものを通じるような形でですね、今以上のですね、新たな収益源、そういったものを見つけていきながらですね、非連続的な成長といったものを求めていくという方向で、時価総額の拡大を目指していこうというふうに考えております。現況はそういった意味では専門部署もできまして、いろいろと動いている最中といったところもありますので、皆様にまたそういった動きがお知らせられる段階になりましたらですね、適時皆様にお知らせしたいというふうに考えております。以上です。はい、次のご質問です。はいサージスデートと言われていることに対してお考えがあれば伺いたいです。はい、ありがとうございます。これ多分皆様一番の関心事なのではないかなというふうに思っております。サージデッドというところでこの言葉自体がですね、今どちらかと言いますとSaaS というところに限らないといいますか、この AI がソフトウェアの業界に及ぼす影響というのがかなりネガティブなんじゃないかということが多分今皆様の中でそのインパクトがあって、株式市場の中では今評価が非常に分かれているといったような展開になっている、こういったような現状認識でおります。
AI そのものにつきましては、私も何か否定するテクノロジーではないなというふうに思ってまして、そういった意味ではどういう形で私ども AI を活用していくのかということについては、かねてより研究を続けておりまして、その一部は具体的な取り組みというような動きになってきております。で、実際にその SARS というソフトウェアがどういう格好でこれを AI の影響を受けていくかというところでございますけれども、まずその AI で、例えばですけども、アンソルピックさんの、クラウドを使ってですね、アプリケーションを作っていくっていうことは、どういうことかっていうこと自体は、我々は自身の中で、実は内部で、いろいろと経験しております。そういった意味では、本当に、なんて言うんでしょうか。業務ユーティリティ的なような表層的なサースですかね、こういったものは本当に作れちゃうなっていうところについては私どもも実は感じるところもあって、多分株主様と同じような思いをするという部分があるところもある一面なんですけれども、一方でですね、やっぱりこのセキュリティの問題でしたりとか、それからその作り上げたソフトウェアをですね、いつまでもそのメンテナンスし続けていかなくちゃいけないとかっていったような、いわゆるその品質を保つといったようなところにおいてはですね、まだまだ力が足りてないっていうふうに思っているということと、当然ですけれども、物流といいますのは、とっても事業の中では基幹の業務ということになります。そういった意味では、運用をしていくサポートも必要ですし、我々の導入をしていくといったような、かなりやっぱりハイタッチなところが多分にあるようなソフトウェアの分野であろうかと思っています。そういった意味では、我々の中にはその物流のノウハウでしたりとか、それからそういったような導入のところで皆さんに出荷絶対を保つといったような付加価値みたいなものが提供できていく。そこにはですね、AI のテクノロジーを取り入れながら、さらに加速させていくということで、我々のビジネスにも有用なチャンスがあるんじゃないかというふうに考えておりまして、そういった意味では、具体的な手を打っているというところも含めまして、もちろんこれから新しいテクノロジーたくさん出てきますので、どういうことになるかということについては、想像の範疇を超えるというケースも出てくるでしょうけれども、私自身はまだまだ自信を持ってやれるかなと、そういうふうに考えているところです。以上です。6時になりましたら、一旦区切りではい。にしたいと思います。おそらく本当に SARS is Dead が今一番皆さんのご関心あるところじゃないかなというふうには本当に思いますね。ホットワードですよね。ホットワードですね。はい。お時間が6時になりましたので、これをもちまして本日の決算説明会終了とさせていただければと思います。本日の説明会へのご質問でしたり、ワンオンワンのミーティング随時ご対応させていただきますので、弊社宛てにメール、電話で、お問い合わせいただければと思います。引き続き、変わらぬご支援のほど、どうぞよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。ありがとうございましありがとうございまた。